はいどうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、ようやくゲットしましたこちらのですね、日本ティア7従順洋艦アタゴをですね、早速紹介していきたいと思います。5週間にわたるキャンペーンミッションを毎週毎週クリアしてようやくですねゲットしました。こちらのアタゴは PC 版でもね非常に人気の高いプレミアム艦となっていて、そのアタゴをですね今回キャンペーンで実質、1200円程度で入手できたということで、非常にね個人的には、時間はかかりましたけど満足のいくキャンペーンだったかなと思います。そして肝心のアタゴの性能なんですけれども、最上との比較においてはですね HP 走行ともにですね最上よりも優秀となっているので、耐久性は高いですね。さらに後ほど紹介する修理班の効果も相まって、高端性に関してはねティア7巡洋艦の中でもね頭一つ、抜き出た性能となっています。一方で手法はですね、射程はデフォルト状態では 14.7km と短いですし、装填時間も最上よりも遅くなっているので、火力に関してはですねティア7巡洋艦の中では、かなり低い部類に入るかなと思います。魚雷はですね最上よりも雷速が速いですし、発見距離も優秀となっています。後ほど紹介すると思いますが、斜め前方向にも撃てる魚雷発射管となっているので、魚雷の取り回しは最上よりもいいかなと思います。機動性も最上よりも速力が優秀になっています。隠蔽性はティア7の巡洋艦の中では、かなり優秀な部類となっていますし、デフォルトで迷彩も付属しているので、発見距離はね短くなっていますね。そして何よりもこのアタゴの特徴はこの修理班ですね。現状ではティア7巡洋艦の中で唯一このアタゴが修理班を使うことができます。この修理班ね3回、スキルで増やしていますが、これをねしっかり使うことで、実質的なアタゴの HP は5万5000ぐらいとなるので、他のティア7巡洋艦よりもね、1万5000ぐらいは高い HP となっているので、耐久性はね非常に高い巡洋艦となっていますね。アップグレードはこのような感じになっていますね。基本的に、自分の他の巡洋艦と同じですが、今回はアタゴはですね射撃管制装置改良2で射程を強化しています。手法改良2を搭載するのもいいんですが、これによって手法の旋回速度が遅くなってしまうので、今回はですねこちらを搭載して射程のみを向上させて、手法旋回はですね速いままにしています。艦長スキルはこのようになっていて、インスピレーションはこの2人となっています。そしてスキル1つ目で射程も伸ばしていますし、そしてですね最後のこの満載をですね搭載して修理班の使用回数を1回増やしています。これでねかなり粘り強く戦える、巡洋艦になったかなと思います。はい、そしてアタゴのね歴史について解説していきますが、アタゴは高尾型従順洋艦の2番艦で、1番艦高尾よりも先に就役したために海外ではアタゴクラスとも呼ばれています。ウォーシップスでアタゴがですね実装されているのもそういった理由があるのかなと思います。同型艦は高尾、アタゴ、マヤ、鳥海の4隻で、前級の妙高型を発展させた艦で、居住性もですね改良されていますし、環境は塔型で大型化しており、艦隊指揮能力が向上しています。実際にですね高尾型は艦隊の旗艦としても活躍しています。同時期の他国巡洋艦と比較しても非常に高い戦闘能力を有しているのが特徴です。3番砲塔は環境に向かっていますが、安全装置があるので環境に誤射することはない設計になっていたそうです。艦艇数が少なく米海軍に対して砲撃力で劣っていた日本海軍は、不利な長距離砲戦は避けて接近して魚雷攻撃によって敵艦隊を撃破する水雷戦隊に重点を置いていました。そのため敵の駆逐艦や巡洋艦をですね突破するために、巡洋艦にも高速航行能力が求められていました。さらに船体の装甲が厚い分、砲塔の装甲は薄くなっており、これはですね敵艦隊に突撃し、もはや装甲が機能しないほどの接近戦に持ち込むため、砲塔防御は重視せずに連装砲5機と砲塔の数を増やして、被弾してもですね戦闘を継続可能にするための設計です。一方でアメリカの巡洋艦はですね砲塔が3機で長距離砲戦に向いた装甲を装備しているのが特徴となっています。それぞれのね国の、方針のね違いがわかるかなと思います。このアタゴもですね重装甲で高い雷撃力を備えた艦艇となっています。
高尾型4隻は太平洋戦争で大いに活躍した艦で、4隻はまず近藤信武中将指揮下の艦隊に編成されます。そしてこの艦隊では愛宕が旗艦となりました。鳥海は南方艦隊にですね移され、そこで旗艦となり第一次ソロモン海戦にも旗艦として参加しています。その後高尾型はですね第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦など太平洋戦争のですね主要海戦に参加しています。そして史上最大の海戦とも言われるレイテ沖海戦には4隻とも参戦し、栗田武雄中将指揮下で米軍フィリピン攻略部隊を撃破するための主力艦隊に加わります。しかしですね、愛宕マヤは潜水艦の雷撃で沈没し、高尾もですねこの攻撃で大破してしまうんですね。鳥海も後の空襲で撃沈されて、1944年まで戦って生き残っていた高尾型はですねわずか3日で高尾1隻となってしまいます。結局大破した高尾はシンガポールに運ばれましたが、結局修理不可能で戦闘不能のままシンガポールで終戦を迎えました。戦後はイギリス軍に接収されて自沈処分となっています。はい、それではね早速愛宕で戦っていきたいと思います。マップは北方で相変わらず戦艦の多いマッチングですね。こういったマッチングでも戦えるように今回は射程を伸ばして戦艦と撃ち合えるようにしてますね。非常に耐久の高い船なので、そこら辺も生かしていきたいところです。そして魚雷の射界なんですけれども、このように、前方方向からね後方方向まで幅広く撃てる魚雷となってますね。かなり最上よりもね扱いやすい魚雷になってますね。ドイツの巡洋艦みたいな感じで撃てるので非常に便利ですね。そして射程も 10km と長いので、ここは A 地点に魚雷を流しておきましょう。ただね、魚雷はこのように、前の1機と後ろの1機で発射できる角度が限定されているので、それにはねちょっと注意が必要です。で、味方の駆逐艦の出だしがちょっとね遅れてしまっているので、先に敵に発見されて集中砲火を受けないように、A 地点の外周側に出ていきましょう。で、アイオワが見えましたね。そしてキングジョージ5世ですね。戦艦はこちらサイドは2隻かな。なるべくアイオワから沈めていきたいですね。アイオワに砲撃していきましょう。リロードが遅いので、やはり一発一発はねしっかり撃っていかないとダメですね。で、一発しか当たらなかった。精度もねスキルでかなり良くなっているので、かなり狙っていけば当てられるはずなので、あとは腕次第といったところですね。さあアイオワの砲撃がいや痛いですね。4400削られた。これは痛い。ほんとね敵の戦艦からの砲撃には特に注意が必要です。だいたいね戦艦は優先的に巡洋艦を狙ってきますから、なるべくね防角は抜かれないようにしていきたいですね。で、キングジョージ5世も撃っていきます。一番ね突っ込んできているので、1箇所燃えましたね。そして榴弾撃ってきますが、榴弾は大丈夫で、相手も愛宕がいますね。ただちょっと遠距離で撃てない。ここはキングジョージから舵が壊れましたが、これは直せますね。で、味方の駆逐艦がベンソンがめちゃくちゃ突っ込んでってますけど大丈夫ですかねこれは。で、魚雷はキングジョージには外れたけど、アイワに撃ってるのか後ろの。これは生きて帰れるのか。駆逐艦がね1隻しかいないマッチングなんで、ここでやられるとかなり大変ですが、さあキングジョージはもう一回燃やせたので、これはダメージかなり入りますね。で、アイワも魚雷を食らっているので、おそらく応急工作班を使うでしょう。さあキングジョージはたまらず前進してきましたが、味方の巡洋艦も突貫してますね。これはキングジョージ攻撃して援護していきましょう。で、魚雷を撃ったから、これはかなり、当たれば撃沈、当たりそうですね。はい、キングジョージは撃沈できそうで、あとはアイオワですね。ちょうどベンソンが張ってくれたエマクが、視界を遮ってくれているので、ここからかなり砲撃できそうですが、アイオワはちょっと逃がさずにね砲撃していきたい。
で味方の巡洋艦はねやられてしまいましたけど、アルジェリーは。でちょっとアタゴの存在も気になりますね。これは次は AP 弾装填して防角狙いましょうか。ただリロードが遅いのでね、リロードが終わる頃には結構状況が変わってしまうことも多くて、効果的にね弾種は選択していきたい。でなんだこれ、天城が来たのか。これは一回逃げないと、まずそうですね。ただでもこれ見られちゃうのか。これはまずい、マジで。天城はね巡洋艦に対して非常に有効な40センチ砲を持ってますから、一回砲撃は停止して、また舵が壊れたか。一回砲撃は停止して、退避していきましょう。で魚雷も一応撃って、なんとか視界は切れてるけど、でも見られてるか。天城を撃って、ですぐに取り勝ちで撃ってきた。これはまずい。なんとか、いやーこれやばいか。抜かれなかった。これはラッキーですね。じゃあ早速ね修理班使っていきましょう。これで、2900ぐらいから一気にね回復できます。今まで蓄積したダメージがね、半分ぐらいは回復できるんですね。で天城は火災発生したのに、応急降鎖艦使ってるので、これ魚雷が直撃すればかなりいいダメージ入りそうですが、これはでも射程が足りないから、コース的にはいいとこ行ってますが、痛いな。これなんだ、遠距離からの砲撃かな。いや違うな。B 地点になんかいるな。ちょっと B 地点に巡洋艦いるんですけど、ボルチマですね。ボルチマがで魚雷直撃したんで、天城はこれ浸水でいけるんじゃないか。これはさあ一回隠蔽状態に入ってボルチマをやり過ごして、で味方のね戦艦が多分有効打出せると思うんで、でも厳しそうだな。距離が離れたんで、ここはボルチマを撃っていきましょう。距離が離れればアメリカ巡洋艦に対しては結構有効打が出しやすいですね。こちらの方が弾道性能優れているので遠距離は当てやすいですね。自分もボルチマ使ってますけど、かなり遠距離の砲撃はね、難しい当てるのが。でこれは一体どういう状況だ。これかなりまずいですね。これは敵は全このボルチマ一応倒せそうですけど、実質現状では7対4で全拠点を今確保されてしまってるので、これはまずい。でゲーレ、相手の口かゲーレか。これはまずいですね。これは積極的に敵の、艦艇を撃沈していかないと負けちゃいますね。で長と見えているんで砲撃していきましょう。かなり、横っ腹さらしてて一気に削られそうですね。火災も榴弾の威力かなり高くなってますね。一瞬で長と撃沈した。これは味方がかなり優秀で、アトランタがいるのか。ちょうど嫌な位置にいますね。で消えると。さあアトランタに向けて鉄鋼弾装填してたんですけどね。ちょっとこのままアトランタ仕留めていきましょう。このポイント差だと相手をね全滅させないとほぼ勝てないと思いますね。今更拠点を、過半数取り返しても、残り時間でちょっと間に合わなさそうな感じです。でアタゴがいるので、これに鉄鋼弾打っていきましょう。じゃあ見える敵はねもうどんどん倒していかないとまずい状況ですね今は。結構削れる。かなり味方の優秀な攻撃もありますけど、いやーマジか。アトランタの砲撃で手法が手法はねほんと柔らかいんで、結構ねアトランタの攻撃でも止まってしまうんですけど、今はね火災もあるんで修理班応急工作使いません。おおナイス。じゃあ俺がアトランタを撃とうと思いますが、アトランタは最上がやってくれた。いやこれは残された味方はこれかなり優秀だぞ。でゲーレがいるんでこれを撃沈して残り戦艦2隻。てか天城はそういえば
結構ね応急工作使った後に魚雷当てたんですけど、なんとか持ちこたえたようですね。もう修理班と、組み合わせて耐えたんだと思いますけど。さあゲーデが見えそうですか、これは。行ってみましょう。まあ味方の最上もかなり HP も低いので、結構厳しそう。ヴァンガードが沈んでしまった。ここで3対2で戦艦2隻で、これはまずいな。もう本当に敵の戦艦2隻撃沈するしかないですね、ポイント差的にも。さあここで艦載機上げて偵察。正面に台はかなり HP 残ってる。ここはちょっとこのまま行くと危ないので、取り舵で島の左側から行きましょう。舵が効かない。ちょっとスティックの反応が悪かったようですが、こういうこともあるんでね、コントローラー設定はプリセット3ですかがおすすめなんですけど、天城はでもかなり体力低いですね。これは仕留めていきたい。天城を突破して相羽の横サイドに後ろから回り込んで追い詰めていきたいですね。相羽が前進するなら、正面から、後退しているなら後ろから攻撃で仕掛けていきたい。天城に打っていきましょう。ただね、相手も40センチを持ってるんで、一応相羽にも打って、相羽からの、これ燃えたのはすごいラッキー。もともとね、火災発生率高いですけど、燃えないときはね、徹底して燃えないので。そしてこれ全門射撃していきましょう。日本戦艦は応急工作班の動作時間が短いので、もう使った段階で、次撃った段階でもう着火ができそう。これはラッキー。よし、じゃああとは艦を縦にして天城が沈むのを待ちましょう。で全門射撃してくるつもりですが、これはその前に撃沈したいけど、味方もがみナイス。さあじゃあ相場行きましょう。これはでバックしますね。ただ航空スポットでこちらの位置がバレているので、確実に、初心者でなければ、初心者なわけないんで前進すると思いますね。一応更新を読んで、まず右の魚雷打っていきましょう。でちょうどいいとこに岩がありますね。これよく見たら、これで一発目の視界は切れるんじゃないか。これ撃沈するしかないよ、相羽を。でこれはまず相羽に魚雷を撃って、そしてここは面舵で切り込んでいきましょう。こっち見てる。撃ってきた。やっと耐えた。これはでかい。そしてすぐに面舵で切り込んで、相手はもちろん魚雷かわして、まだでも左舷魚雷があるんで、相手は前進しないで停止しようとしているから、ここは船体中央部狙って魚雷撃っておきましょう。いやどうだこれ、行ってくれ。これはどうなの。いや前進しだしたけど、いや行ったか。これは行った。よーし、敵戦艦撃沈。いやこれはちょっと最後緊張したな、めちゃくちゃ。今の使ったらねおしまいだったんですけど、いや当たってよかった。これもね結構本当優秀な魚雷を持っている証拠ですよね。雷速もそれなりに速いので、あれぐらいの接近戦だったらかなり当てやすい魚雷かなと思います。味方もね残ってた部隊はかなり粘り強く、最後の戦艦長門だったのか、なんか相葉かなんかかと思ってたけど、いやー助かった、優秀だった。はい、というわけでね今回アタゴでした。装填速度をね、
遅めになってますけど、火災も11箇所発生ということで火力も十分に出せましたね。最後はちょっと魚雷で一気にダメージ稼いだと思いますけど、合計ダメージは14万7000。クレジットもかなり稼げていますが、ティア7なのでね、差し引きではそんなには良くないかなと思いますけど、それでもね、楽しくティア7戦える巡洋艦かなと思います。修理班もね、3回使い切って、結局やられちゃいましたけどね、最後は。かすり傷で相手と相打ちして。といった感じでね、今回はアタゴを使ってみました。非常に楽しい船でした。それではね、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。